こんにちは。新井アカデミーオブジャパニーズスタディーズでは、日本語の勉強をサポートしています。今日のリスニングタスクは今のロンドンです。私はロンドンにいますから、3月21日に撮った写真を見せますね。よかったらリスニングタスクの質問をダウンロードしてください。この日、昼にサウスバンクに行きました。国立劇場は閉まっていました。ここはいつもとても賑やかですが、この日はとても静かでした。レストランやバーはこの日から休まなければいけませんでした。私はテイトモダンが大好きです。ここはモダンアートの美術館です。これは去年撮った写真です。晴れた日にこのカフェからテムズ川を見るのが好きです。これはセントポール大聖堂です。ミレニアムブリッジはテイトモダンとセントポール大聖堂の間にあります。シェイクスピアーズグローブは門が閉まっていました。大抵、この橋の上を赤いバスがたくさん走っていますが、この日はバスが全然見えませんでしたね。ここはとても人気があるパブですが、空いていませんでした。ゴールデンハイドには人が少し入っていました。サザーク大聖堂の前も人が歩いていませんでした。バラマーケットは空いていました。食べ物を売っているところは空いているんですね。それから、ロンドンの中心にあるチャリングクロス駅に行きました。土曜日の午後6時頃でしたが、人がとても少なかったです。トラファルガー広場は大抵とても賑やかなところですが、レスタースクエアも門が閉まっていました。毎日ミュージシャンなどがパフォーマンスをしていましたが、この日はいませんでしたね。ここはロンドンの中華街です。ピカデリーサーカスは多分ロンドンの中で一番賑やかなエリアだと思います。でも地下鉄の駅にも人があまりいませんでした。それから双方に行って有名な通りを歩きました。オールドコンプトンストリートにたくさんレストランがあります。でも今はパブに入れません。このパブも閉まっていました。ウォードーストリートにもバーやレストランがたくさんあります。ブリューワーストリートには日本料理店がたくさんあります。ここは日本のカレー屋です。イッツはロンドンで人気の寿司のテイクアウトの店です。この日本食材店は開いていました。それで買い物をしてよかったです。それからリージェンツストリートに行きました。ここに高い店がたくさんあります。この日は人が全然いませんでしたが、いつもはとても賑やかな通りです。クリスマスの時は綺麗ですね。ブーツは薬局ですから開いていました。この日はまだ土産物屋も開いていましたが、お客さんがいませんでした。タイガータイガーは有名なナイトクラブです。ここでよくダンスをして、私の誕生日パーティーもしましたから思い出の場所です。ハーマジェスティ劇場はミュージカルオペラ座の怪人の劇場です。私の趣味は単語ですが、ここでパフォーマンスをしたことがあります。この日のロンドンアイはピンクでした。綺麗ですね。土曜日の7時半頃の写真です。スケートボードをしている人がいました。でも、誰も散歩していませんでした。そして、この3日後の3月24日から、イギリスはロックダウンしました。これは
私たち地球の問題です。大変な時ですが、これから私たちが一つになる、つまり地球に輪を作る時ですね。グローバル化の中で共に生きられる、新しい世界を一緒に作っていけたら素敵ですね。これでタスクは終わりです。答えは下のリンクでチェックしてください。皆さん、日本語を勉強してくれてありがとうございます。私ももっと皆さんの勉強を応援したいですから、来月からビデオでレッスンをスタートするつもりです。一緒に頑張りましょう。よかったら、あらいアカデミー .com から私のブログを読んでください。インスタグラムもフォローお願いします。日本の写真があります。Facebook では時々面白いニュースをシェアしています。チャンネル登録もお願いします。最後に、あらいアカデミーのスローガン。Enrich your life。この動画を見てくれてどうもありがとうございました。皆さんも気をつけて生活してくださいね。また次の動画で会いましょう。